バターの香りもすごく濃厚ですね。ちょっと手の込んだ本格的な料理もですね、作れるところ魅力かなと思います。いろんなレシピをぜひね、皆さん試してほしいなと思います。前回の動画では冷凍パイシートを使った超簡単なレシピを3品紹介しました。で、今回は何をやるかと言いますと、冷凍パイシートを使った本格網目のホールアップルパイを作りたいと思います。冷凍パイシートを使えばですね、ちょっと手の込んだ本格的な料理もですね、作れるところ魅力かなと思います。で、今回はですね、この網目にして、しかもホール、大きなものをですね、これもですね、今回作っていきたいと思います。で、今回もですね、前回に引き続き、日本の岡谷さんに作っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回のアップルパイ、こちらが材料になりますが、前回と冷凍パイシートこれ違うんですね。はい、今回使用するパイシートはこちらの2枚入りのパイシートになっております。こちらも発酵バター入りで香り豊かなパイシートなんですが、正方形のパイシートになっておりますので、この写真のようなホールのアップルパイを作るのにとても向いている商品となっています。実際この商品のパッケージにも書いてある、こういった網目の、ホールのアップルパイがこれから作るということですね。はい。で、材料はどうなってますか？材料はリンゴが2つ、砂糖が 60g、バターが 15g、レモン汁が小さじ2、シナモンが適量、それから焼く前に塗る卵液に卵黄を今回は使います。こちら卵黄と水が少々、それからお塩が少々、そして焼き上がった後につや出しとしてこちらのアプリコットジャムを裏ごししたものを使用します。今回リンゴを2個使うんですね。そうですね。この秋から冬にかけて、とても旬の時期になりますので、安くて美味しいリンゴが手に入ったらぜひ皆さんアップルパイを作ってみてください。はい。ではまずリンゴを切っていきます。では皮を剥いたリンゴをさらに半分にして、これを1センチぐらいのいちょう切りにしていきます。はい、このぐらいですね。で同じくこれを2個、リンゴ2個分やるわけですね。そうですね。リンゴかなりたっぷりですね、本当に。そうですね。一つのホールアップルパイに2つもリンゴが入った贅沢なレシピになっています。はい。で、切ったリンゴをですね、このお鍋に、全て入れた状態ですね。はい。で、ここからどうするんでしょうか。はい。ここに砂糖 60g を入れて、レモン汁が小さじ2入れます。はい。だいたい中火で10分から15分煮込んでいきます。はい。今こうして火にかけるとリンゴからどんどん水分が出てきています。でこの水分をしっかり飛ばして、そして粗熱をしっかり取ることによって後でパイの上にこのフィリングを乗せるんですけど、そのパイ生地に水分が多く含んでしまうとパイ生地の焼き上がりが悪くなってしまうので、そうならないようにしっかりここで水分を飛ばしておくことと冷ますことが大事になってきます。なるほど。パイのやっぱそのサクサク感も生かすために、こういったことをやった方がいいってことですね。そうですね。フィリング作りは結構気をつけた方がいいですね。こうしてグツグツ煮立ってくるので焦げつかないようにこうしてこまめに混ぜてあげることが大事です。ほったらかしで煮込むっていうわけじゃなく、丁寧に混ぜた方がいいってことですね。そうですね。だんだん水分が飛んできましたね。こうヘラでやった時に水分が飛んでるぐらいまでやるんですね。そうですね。もう少しだけ煮詰めていきます。じゃあちょっと火を止めます。はい。一回もう火を止めてから、そうですね。火を止めてから火から下ろした状態でバター 15g とシナモンはお好みの量入れていきます。いやでも匂い、香りだけでもすごく美味しそうですね。アップルパイの香りがしますね。これだけで完成でもいいぐらいこのやっぱ加熱したリンゴとバターとシナモンの組み合わせっていうのはすごくいいですね。そうですね。
これでコンポートは完成です。はい。こちら鍋から上げて、はい、お皿に置いとくんですね。はい。これで粗熱を取っていきます。ここでしっかりと粗熱を取るってことは大事なんですね。そうですね。パイがサクサクに焼き上げるためには粗熱をしっかり取っておくことが大事です。はい。こちらパイの解凍方法はパッケージの裏面に記載されております。この外袋から取り出したパイシートを室温であれば10分から15分、冷蔵庫であれば30分から60分置いて解凍することができます。室温だとお急ぎの場合は早く解凍できるのでいいんですが、夏場とかだと結構柔らかくなりやすいので冷蔵庫でゆっくり解凍するのがおすすめです。解凍しすぎない方がいいっていうことですね。そうですね。柔らかくなりすぎると成形がしづらいのと、バターがだれてしまって膨らみが弱くなってしまうので、あまり解凍しすぎないことが大事です。はい。今回はこちらは冷蔵庫で解凍したものですね。そうですね。冷蔵庫で30分から60分ほど置いたものになります。はい。こちら大きいですね、パイシート。はい、そうですね。正方形でより大きい本格的なレシピにも適しています。はい。今回はこちらのパイ皿を使っていきます。こちらは底が取れるようになっております。大きさが15センチですね。ではこちらのパイ型にまず合うようにパイシートを伸ばしていきます。パイシートはこのパイ型に乗せてぴったり合わせて少し上が余る大きさまで伸ばしていきます。ただ伸ばしすぎると、層が潰れてしまうので、あくまでこの型に合うように少しだけ伸ばしていく感じになります。ぎゅうぎゅうと潰すように伸ばしちゃうと良くないっていう、ね、そうですね。はい、層はなるべく潰さないように必要な大きさに伸ばしていきます。このパイシートをこちらの型に乗せていきます。でそこにぴったり合わせていきます。型に沿わせるようにパイ生地を乗せていきます。そしたらはみ出た分を包丁でカットしていきます。切れたらちょっと端を手で整えていきます。次は上にのせる網目の部分をもう1枚のパイシートで作っていきます。だいたい1センチから 1.2 センチほどの幅に切っていきます。では、粗熱が取れたりんごのコンポートを、パイに敷き詰めていきます。では網目を作っていきます。はい。長細く切った生地を、これで網目を作るんですね。はい、この次に、格子状にしていくので交互に開けて横に乗せます。なるほど。はい、編むわけですね。そうですね。で編めました。でまたこの余った部分を包丁でカットしていきます。はい。本数はこの網目の間隔で調整できるわけですね。そうですね。だいたい1枚で14本ぐらいできるので、縁に使う3本から4本を残した状態でその他は全て網目に使ってしまいます。じゃあこれは使うんですね。はい。あ、そうですそうです。おつまみスティックになるかと思いました。まだアップルパイに乗せていただきます。意図的にちゃんと残したんですね。そうですね。失礼しました。はい。で周りを落とすわけですね。では最後こちらの余った網目を周りに乗せていきます。これで乗せ終わりました。はい。
で乗せ終わったらこの縁が焼いてる間に浮いてこないようにフォークなどでこうしっかり閉じていきます。こうしっかりとやるんですね。はい。はい、できました。では卵黄に水を少し混ぜていきます。塩を少々入れます。でこちらの卵液を出来上がったアップルパイに塗っていきます。結構たっぷりと塗るんですね。はい。やっぱこれを塗ることでこう彩りが良くなるわけですね。そうですね。アップルパイのしっかりツヤが出て美味しそうな仕上がりになります。こちらも手早く仕上げることでこう生地があまりだれないようにすることが大事です。200度に予熱したオーブンでまずは10分焼いていきます。でこの後180度に下げてそこからさらに20分から30分合計で30分から40分ほど焼いていきます。では、200度で10分焼き終わったので、そのまま180度に下げて、20分から30分ほど焼いていきます。じゃあこれ焼き色をちょっと見ながら。そうですね。焼き時間は調整していただければと思います。はい。はい、こちら焼き上がりました。じゃあお願いします。はい。お、できましたね。おー、すごい。本格的。すごい、お店のアップルパイみたいですね。本当ですね。これが家で作れるなんて。はい。最初少し温度高めで焼くことによってこう一気に焼き色をつけて、あとは少し温度を下げて長い時間をかけてじっくり火を通していく感じになります。なるほど。こうちょっと勇気を持ってしっかり焼いた方がいいっていうことですね。そうですね。こうオーブンの温度をできるだけ高い状態に保って、ガッとパイの層を立ち上げることが大切です。そうすることでこのサクサク感も出るわけですね。そうですね。では型から外していきたいと思います。お、いいですね。綺麗に外れましたね。取れました。はい、うまく外れました。大丈夫かな。では仕上げに裏ごししたアプリコットジャムをツヤ出しとして塗っていきます。やっぱこの仕上げに塗ると違いますか？そうですね。よりこうツヤっとしてお店のようなアップルパイに仕上がるかと思います。はい。これで塗り終わりました。これで完成ですか？はい、こちらで完成です。はい。この網目のホールアップルパイ完成しました。めちゃくちゃ美味しそうです。美味しそうですね。じゃあこちらカットしたいと思います。お願いします。はい。おー、いい音ですね。おー、もうリンゴたっぷりですね。そうですね。旬のリンゴがぎっしり詰まっています。やっぱり切るとバターの香りとリンゴとシナモンのとてもいい香りがしてきますね。そうですね。この香りだけでもすごく美味しそうっていうのが分かりますね。そうですね。はい、ということですね。今回網目のホールアップルパイできました。作っていただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい。では早速食べたいと思います。はい。いいただきまただす。きます。うん。うん。美味しい。お店のようですね。いいですね。やっぱり焼きたてが食べられるっていうのがこうお家で作ることのメリットですよね。あ、そうですね。パイ生地が本当にサクサクしてて、やっぱバターの香りもすごくこう濃厚ですね。で、リンゴのこの酸味とこの食感もあってすごく存在感がありますね。シナモンもよく効いてますね。そうですね。美味しいです。うん。はい、ということですね、今回冷凍パイシートを使った網目のホールアップルパイ作りました。いかがでしたでしょうか？前回の動画も含めて冷凍パイシートを使ったレシピをいろいろ教えていただき本当にありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。少ない材料で作れる簡単なものからお店で出てくるような本格的なアップルパイまで幅広いレシピで楽しんでいただけることがこの動画で伝わったら嬉しいです。今回のレシピはですね、ニップンさんのホームページにも記載があるので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい。
あと今日ご紹介したパイシートのレシピ以外にも他にもあるんですよね。ニップの公式サイトに、他のレシピも掲載しておりますので、ぜひご覧ください。はい。やっぱ冷凍パイシートは素材として本当にいろんなスイーツからおつまみから、そして形を変えればすごく見た目も変わりますので、いろんなレシピをぜひね皆さん試してほしいなと思います。でもし皆さんが好きなこの冷凍パイシートを使ったこの料理というかレシピがあればですね、ぜひコメント欄にコメントいただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい。で、あとはですね、実はこのニップンさんのこの冷凍パイシートなんですけども、実は違う動画でこの私がこの冷凍パイシートを作っている工場に行ってですね、その美味しさの秘密に迫るということもやっております。この冷凍パイシートの魅力であるサクサク感、この層がいっぱいあるという状態がですね、どういうふうにこだわって作られているか、そういったものを動画にしておりますので、そちらはですね、公開しましたらまたそっちの動画をぜひご覧いただければと思います。はい、ということでですね、今回この冷凍パイシートに関してご協力いただき本当にありがとうございました。ありがとうございます。ぜひ皆さんこのニップンのこの冷凍パイシートを使っていただければと思います。このチャンネルではですね、このおすすめの冷凍食品を紹介したり、この家庭でできる簡単便利で美味しい冷凍レシピなどもご紹介しております。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。冷凍 OK! バイバイ冷凍食品専門家、冷凍王子が人生をかけて作った一冊。冷凍食品の魅力をあらゆる面から追求した究極の本。今すぐ食べたい冷凍食品の本、レシピ付き、自由国民社から絶賛発売中です。